東田さん、お、いや今日はみんなでスシローに来ましたけども、ブリーフ団が話があるって言うから、どこに行けばいいって聞いたらスシローがいいって言うからここに来たんだよ。僕からですね、東田さんちょっと報告しておきたいことがありまして、ちょっと今日来ていただいたんですけど、まさかスシローで変な動画撮ったとかじゃないだろういやね。いや、さすがにそれはしてないです。まあ、今日はちゃんとスシローさんにも許可をいただいて撮影してますんで、あ、そうなの。あ、彼女ができた。まあちょっととりあえず、お寿司注文しません？気になるよ。気になるっせて。っかくですから食べましょうよ。まあそうですね。一旦何食べます？東田さん、スシローとか来たことあるんですか？いや、俺初めてなんだよ。あ、初めて。初ですか？初。回転寿司自体はありますもんね。何回かあるよ。はいだけどスシローは初めてだね。回転寿司とか行ったら東田さん最初に頼むのとかあるんですかね？いや、バラバラなんだけど、これを食べたらここの寿司屋は美味しいかどうか分かるネタがあるんだよ。何ですかそれは？ウニです。いきなりウニ行くんですか？ちょっとウニ行きましょうよ。いきなり行くんですか？めちゃくちゃ気になってたんですよね。あ、まあ確かに。じゃあいきなり行っちゃいますか？ここ行っちゃおうか。販売予定数が販売次第終了です。いきなりじゃあもう東田さんあれですか？回転寿司行っていきなりウニ行って。いや、本当はウニ行かないんだけど、あ、行かないんですか？なんだろう、ブリとか行くんだけどね。ほう。ブリあります、ブリ行ってみようか。M はいつも何食べた最初？僕はやっぱ最初は赤身ですね。あ、マグロの赤身。いいね。そうね。L は何？ベタな。光り物はまず頼みますね。例えば最初に小肌とか。イワシ、小肌とかイワシとか。最初光り物とか、あとイカ。イカとか食べますね。俺も赤身かな一発目は。そうですね。なんかマグロ行きません？マグロですね。これ本当は俺一番最後なんだけど、中トロ行っちゃおうか。中トロは僕後の派ですね。あ、本当。赤身派ですねやっぱり。これか大切りマグロ。あ、いいですね。でこれ俺いい。いいですね。じゃあ中トロ。中トロだね。セレブですね。いや、やめてよ。やめて。わ、白子見つけた。東田さん、白子行きます？あ、行っちゃおうかな。ただ白子。はいはい。来ました。わ、さあ、これか。はい。ありがとうございます。じゃあいただきますよ。ウニ。いいね。濃厚ですね。まあっていうかもうすげえ溜まってますけど。なんか大食いの時思い出すね。結果一番好きなネタって何ですか？外しがないのが炙りだよね。炙り系大好きなんだよ。炙りのなんですか特に？炙りの縁側とか。渋っ。ちょっとトロトロになった縁側が出てくるんだよ。これうまいのよ。やっぱ大人ですね。ああ、びっくりした。セレブですねって言われると思ってた。じゃあ行きますよ、白子。あ、これうまい。生臭さが一切ない。ミルキー。全然臭さがないですね。ね。僕痛風になりかけて。そうだね。白子ダメなんですよ。白子はやばいですね。江頭さん大丈夫なんですか？痛風は。俺はまだ全然大丈夫でしょ。L 大丈夫なんですか？痛風。わかんないです。
まだ大丈夫ですか？いや、まだ一番危ないと思う。一番危ないです。ブリうまっ。これはうまい。ブリうまいですね。プリプリですよ。誰もうましなって言わないと。これちなみにいくらなんだろう。この一皿ぐらい。白子は190円。安っ。黄色いやついくらだと思います？いくら？一皿ですよ、2つで。130円です。中トロいきますよ。一貫しかなかったんで。本気のやつ。これ大間さんだ。それはどうか。じゃあそろそろ炙り行ってみようか。炙りいきますよ。もう大トロ頼んじゃっていい？ 370円。行ってもいいですか、僕らも。あ、いいっすよ。お、いや、大トロ。ニシンってあんまなくないですか？回転寿司ね。ニシン食ってみますか？大トロ。これいくらですか370円。？370円。いただきます。出ましたね。ちょっとサーロインステーキ食べてるみたい。どうなんでしょう。ニシン来ました。あ、本当？これ楽しいね。いいですね。平日の昼から回転寿司来て。うわ、めちゃくちゃうまそう、イワシ。あ、これは正解ですね。これはいいやつですね。脂乗ってるし。この間、デカ盛りハンターにロシアの佐藤が出てた。だけど馬しら行ってなかったのね。どういうことだよ。あれじゃないですか。まだそれはあの対決前に撮ったやつじゃないですか。まあ俺もそう思うようにしたよ。次出た時は絶対そうですね。もうニシンうまいし、光り物系がなんか全部うまいかもしれない。もうちょっとお腹いっぱいですか、東田さん。ちょっと何皿いきました？どうあ、今ねロックオンしたのがこれです。早いですね。ロックオンしたのこれ食う。その前にエルなんか報告ってなんだよ。前に伊賀チャンネルに、自毛植毛の案件が来たじゃないですか。来たね。髪の毛の生えてるところの毛を取って、で生えてないところに植え替えるっていう。で伊賀さんはちょっとあんまふさふさになっちゃうと面白くなくなっちゃうからちょっとやめようかっていう話そうだね。一回そういう話になりました。俺育毛ははい今でも言ってるじゃん。はいはい。育毛はいいんですよね。育毛はいいんだよ。けど植毛は中村徹みたいになるからちょっと笑えないんだよね。あの方はそうなんですか？いやいやいや、そういうわけじゃないけど、あ、イケメンすぎちゃうってことです。そう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 。あ、びっくりした。あ、そっちか。そっちか。今中村徹さんがそうかな。いやいやいや、違う違う。そうか。そうか。もう完全に急にぶっ込んできたな。なんでよ。なるほど。はいはい。前回東田さんがやらないから今回はごめんなさいって言ってたんですね。そしたら、ブリーフなんでもいいんですけどどうですかっていう話が来たじゃないですか。でまあ僕もいつもスキンヘッドなんですけど、ふさふさになるんだったら、あいいなと思いまして、で江頭さんにまあ話して、江頭さんもじゃあそれでいいんならっつって OK になってやろうってなったんですよね。そうだね。エルさんがちょっと植毛やろうみたいな話だったんですよね。はい。そこまでは。はいちょっと基本的なところなんですけど、はい
その後頭部とか、い結構その濃いところの毛をこう足りない、そうですね少ないところに植えるっていうことですよね。ここに生えてるところのはい種をこっちにそうですそうです植える、植えるって感じ。はい、だから薬とかと違ってもう 100% 種生えるんで、色はどこに植えたかったんですか、それ。ですがこの上が薄くなってるので、そこに植えたい。なるほど。それってあれなんですか、植えたら、じゃあ基本的にはもう、それが抜けない限り、結構もう一生っていうか、こっちの普通の生えてるのが、まあ、抜けるように、はその可能性はあるんですけれども、はい基本的にはまあそれと同じぐらいの、い。なるほど。僕もずっとまあ、将来絶対に医療が進歩していつか僕ふさふさになるだろうなと思ってたんですよ。その時は僕ドレッドかアフロにしたくて、ついにその時が来たかと。ドレッドかアフロにしたかったんですか。そうなんですよ。やっぱこう人生で一回ドレッドヘアとかアフロヘアやって人生で一回ちょっとやってみたいな。いきなり手術っていうのがやっぱちょっとまあできないんで、まず事前のカウンセリングを受けてくださいと。おうおうでクリニックの方に行ったんですよ。でそしたらまずいきなり社長さんがお出迎えしてくださって、その植毛する会社のクリニックの会社の、クリニックのはいいきなりボスがはいへえ。よろしくお願いします。で、じゃあどうぞってカウンセリングルームのところに行って、女性のカウンセラーの方に、まず写真を撮らせてください。頭の前後左右の全ての角度から写真を撮っていただいて、でそこからカウンセリングが行われて、自毛植毛っていうのは、まあ、こういう手術ですよ、こういうリスクもありますみたいな。やった次の日は自分では先発できません。やった後にちょっと痛みが出たりとか、ニキビが出たりとか、こう植えたんだけど、まあ、落ちてしまう毛もありますみたいな。手術は痛くないんですか？手術は痛くないらしいんですよ。麻酔かけて、スピードが命らしく、なんか3人ぐらいでやってくれるらしいですよ。ちなみに人によって値段は変わるのかな？値段はどうなんでもそうじゃないですか。やっぱりその本数によってみ本たい数とか。な。吉田さんがすごい真剣に。いやー真剣になりますよ。俺もこう生えてるじゃないですか。そこの根元に3本にするっていう、それを5000本やったんですよ。めっちゃくちゃふさふさになったんですよ。いつやったんですか、それ。それが大川工業時代来たから。お仕事で。そうそうそう。で根元に結びつけて1本が3本になる。だけどそれ悪いのが半年経つとそこが伸びていくから途中から3本になってるやつが5000本になるんですよ。もう化け物みたいになるんですよ。これどうしたらいいんですかって言ったら根元にまた結びつける作業で20万かかります。その繰り返しなんですよ。うわー、じゃあもうずーっとお金払い続けなきゃいけないっていう。そうそう。だからこっちの作戦もあるかと思って真剣に聞いてるんですよ。こっちはどうだってからくりはないのかって。でも一回植えてしまえば、もうずっとそこから生えてくるので、本当に生えてくるんですよ。その根元から植えるから。実際に、まあ、ちょっとどんな感じの手術ができるのか、ちょっとドクターと次は話してくださいということで、ドクターの方と話をさせていただくことになって、でそしたら大体自毛植毛って2000株から3000株をこう植え替えるらしいんですけど、ただちょっとそのドクターが言うには、まあ、僕の場合ちょっと1000株ぐらいしか取れない
ああそうか。はい。株はい。株株株ってなんですか？あ、髪の毛のまあ、何本ってことなんですけど、多分その毛だけじゃなくて、毛の先にこうついてるなんか根っこでしょ。根っこで、なんかそこについてるなんかその栄養を補給するためのなんか線みたいなのがそれも全部取って植え替えそる。れを全部含めてはい株っていうんですか。株なるほど。でそれが2000株から3000株、普通の人はこう植毛するんですけど、僕の場合ちょっと、今生えてる面積が少ないので、ちょっと取れるのが1000株。1000株。1000株しか取れない。1000株しか取れない。2000必要なのに。そうですね。1000株って取れない。普通の人はまあ2000とか3000とかなるほど。 1000株だとどれくらいになるんですかねと思って、でまあお医者さん曰く植える時のパターンが2パターンあります。で1つは、1000株を、今生えてないところまんべんなく植える。この土地にままんべんなく1000株まぶし。でそれどれくらいになるんだろうな。そしたらそのサンプルみたいなおじさんのビフォーアフター見せてもらったんですよ。1000株まんべんなく植えるとこんな感じですって、もう例を見せてもらってます。そしたらもう完全にハゲてるんですよ。 1000株植えてもはい少し増えましたねみたいな。なるほど。ただもう上から見るともう完全にまあハゲてる状態。じゃあドクターが、もう一パターンですね。おお、どういうパターン。それは僕このおでこの上のこの辺、この辺ちょっとまだ生えてるらしいんですよ。なるほど。そこに1000株を取った1000株を集中的に植えて、でそこからバーコードの縦バージョンじゃないですけど、こっから全体に流しましょう。なんかはすごいな。い、なるほどなと思って、そういう感じかと思って、まあちょっとドクターもやっぱちょっと苦しいなと思ったんでしょうね。まあ足りないところはちょっと黒い粉をまぶしたりしてちょっと苦しんでますね、ドクター。苦しんでますね、ドクター。いやでもそれも全然ハゲてますよねと思って、僕は植毛してハゲてるってないじゃないですか。そうだよね。それまでいろんなそういうリスクも聞いてますし、そうだよね。案件だからやっぱこう動画でビフォーアフターももちろんね、ビシッとした。出さなきゃいけないじゃないそうでですすよ。か。で僕よがかったって。そうですよねやってよかったっていう映像がないと。僕がこう東田さんやってきましたっつって、見てくださいっつってここでポーンとなったら、ここだけポーンとなったら、それちょっともう案件としても成立しないでしょ。ないですよね。ハゲてんじゃねえかよって言われて。で、はいエルはどうすると。結果ですね、ちょっとその一時調整していただいたりとか、カウンセリングをしていただいたんですけど、ちょっとお断りしようかなと。長いよ。長いよ、お前。そうなの。まあしょうがないですかね。もうしょうがないね。ちゃんとカウンセリングもして、で、ここだけになって、イメージも受けて、あ、これ断るしかないなって、もう正解ですよ。そうですね。じゃあちょっとスイーツでも食べます。あ、そうだね。あ、これ頼もうか。食べましょうか。お口直しに。口直しに。見たかったなぁけどふさふさになった色を。そうですね。ス
ターになったお前が刑務所に来たらもう笑っちゃうと思う。もう死ぬと思うな俺。もう絶対笑うよ。おー、かわいい。めっちゃかわいい。いいですね。いいですね。いただきます。よいしょ。うましだ。スイーツすごいですね。こんな寿司屋さんなのめちゃくちゃ近い。レベル高いね。ミルクレープもすげえうまいですよ。子供に人気だね。懐かしい。早くないですか？ペースが違うんだよな、なんか。ごちそうさまでした。ああ、だね。ということで、頭のおかしいお前ら、俺とエルはハゲたまんまだけど、これからもよろしくねー。